これらの機能を一つ一つ覚えてモデリングに活用していきましょう。はい、夏森勝です。今回は知っておくとすごく役立つブレンダーの機能を尺8個紹介します。この動画はブレンダー内にある様々な機能の紹介と基本的な使い方などを解説していくという内容となっております。それでは早速始めましょう。最初に紹介するのはオブジェクト切り替えのショートカットキーです。通常であれば編集モードから別のオブジェクトへ切り替えるにはオブジェクトモードにし、別のオブジェクトを選択、編集モードにするという過程が必要です。また、オブジェクトモードと編集モードはタブキーを使うことで素早く切り替えることができますが、別のオブジェクトへ切り替えたいのであれば、とあるショートカットキーを使うことですぐにできます。編集モードから別のオブジェクトにカーソルを置き、Alt+Q を打ちますと、このように最速で別のオブジェクトへ切り替えることができます。これは作業がかなり短縮するので、ぜひ覚えておくといいかと思います。ちなみにオブジェクトモードと編集モードの違いは、オブジェクトは移動や回転、拡大と全体を変更するモードで、編集モードは頂点の移動や追加など一部を変更するモードとなります。オブジェクトモードは全体モード、編集モードは一部モードと覚えるといいかと思います。次は基本的な操作となります。ブレンダーの基本操作は動かしたい箇所を選択し、G キーを押して動かす、R キーを押して回転させる、S キーを押して拡縮するとなります。G は Grab、R は Rotate、S は Scale と英語の頭文字から来ています。そしてこの3つの操作をする上で大事な基準となるのが座標軸です。座標軸とは X、Y、Z のことで 3D の世界はこの3つの座標で管理されています。X は左右の方向、Y は前後の方向、Z は上下の方向となります。3つの操作と3つの軸、ブレンダーはこれらを駆使してモデリングするのが基本となります。では、3つの操作の軸を固定にする方法を紹介します。例えば、X 軸固定で動かしたい場合、動かしたい頂点を選び、G キーを押して次に X と押すと、このように X 軸のみに動かせます。大きさの場合、同じく動かしたい頂点を選択、S キーを押して次に Z を押すことで Z 軸に拡大できるという感じです。頂点を選び GRS から XYZ を押すことで一軸に変形するというのがブレンダーの基本的な操作となります。また数字を入力することでより細かい調整ができます。例えば A キーでメッシュを全選択し R を押して Z を押します。その後90と数値を打ちますと Z 軸方向に90度回転することができます。位置や拡縮もこの数字入力で細かく調整ができます。この機能もよく使えますので覚えておくといいです。ついでにローカル座標のことも解説します。軸移動にはグローバルとローカルというのがありまして、例えばオブジェクトをこのように回転させたとして、オブジェクトを GZ で移動すると、ワールドの Z 座標に合わせて動いてしまいます。ここで G を押した後に Z を2回押すことで、Z 軸に回転した方向へ動かすことができます。これをローカル軸に移動すると言います。では、このローカル移動は何を基準に動いているのかと言いますと、それはオブジェクトの原点を基準に動いています。原点とはこのオレンジ色の点のことで、移動や変形、ミラーをするときなどブレンダーを使う上で原点の理解はとても重要となります。また原点は座標軸でもあり、向きを調整する際にもすごく大事な役割があります。これはビューポート表示から座標軸をオンにすることでその意味がより分かりやすくなります。このように Z、Y、X と表示されまして、これがローカル移動をする際の基準となるわけです。ちなみにオブジェクトモードでは原点も一緒に動きますが、編集モードではバラバラになります。そこでこの原点のみを動かしたり回転させる方法がありますので、そちらも紹介します。右のサイドバーのツールからオプションがありますので、そこのトランスフォームから原点にチェックをしますと、原点のみを動かせるモードにすることができます。ここで G で動かしたり R で回転させたりすることで調整ができます。元に戻すには原点のチェックを外します。これで GXX と押すことで座標軸を基準としたローカル移動ができるということです。グローバルがワールド全体の軸で、ローカルは原点の向きに合わせた軸という感じで覚えるといいかと思います。また上のメニューをグローバルからローカルに変更することでもできますので、うまく使い分けるといいです。G キーつながりで頂点を辺に沿って動かす方法です。頂点を動かすには頂点を選択、G キーで動かせます。ここで G を2回押すことで
辺に沿って動かすことができるようになります。この黄色い線が頂点を動かせる領域となります。ここでさらに C を押すことで黄色い線が外側に向かうようになり、より自由に動かせるようになるのですね。また機能がもう一つありますので、そちらも説明します。ループカットした2つの辺を動かすとき、2つ同時 G を2回押すと、このようにそれぞれバラバラに動いてしまいます。この2つを同じ動きにさせたい場合、G を2回押した後に E キーを押しますと、2つの辺が均等に動くようになります。G と C で外側に、G と E で均等になるという感じです。次も基本となるブレンダーの機能となります。先ほどから頂点や辺という言葉が何度も出ていますが、これはオブジェクトの編集に関わる大事な機能となります。オブジェクトは基本的に頂点、辺、面で構成されていて、編集モードは頂点、辺、面を選択してこれらを移動、回転、拡縮するというのが基本の操作となるのですね。頂点は点を選択するモード、辺は頂点と頂点を結んだ線を選択するモード、そして面は頂点で貼った面を選択するモードとなります。辺に関してはエッジと呼ばれることもあり、これら3つをまとめてメッシュと言われることもあります。メッシュというのは頂点、辺、面の集まりで、見た目が網目状、つまりメッシュ状みたいになっていることからそう呼ばれています。この3つのショートカットは点キーでない方の数字の1、2、3を入力するだけでできます。またシフトを押しながら数字を入力すると、このようにいっぺんに選択することもできます。これはシフトを押しながらクリックするだけでもできますので、ぜひ覚えましょう。現在選択方法はこのようにクリックすることで選べますが、 W キーを押すことでボックス選択といってドラッグして四角く選択ができるようになります。さらに W を押すとサークル選択というブラシで書くように選択ができたり、もう一度 W を押すと投げ縄選択という囲むような選択もできます。ちなみにサークル選択は C キーからでも選べて右クリックでキャンセルができます。ボックス選択に関しては B キーからでもできますし、投げ縄選択もコントロール右クリックを押すことで選択ができます。また選択つながりですが A キーを押すことで全ての頂点を選ぶことができて、全てを解除したい場合は Alt+A となります。これらは他のソフトで共通していることが多いので知っている方も多いと思います。コントロール Z で一つ前に戻しすぎたらコントロールシフト Z で前に進むことができます。ちなみに Undo の回数はプリファレンスからシステム Undo 回数で変えることができます。もっと作業過程を戻したいのであればここの数値を上げるといいです。ただ一つ注意しないといけないのが Undo をしすぎるとブレンダーが重くなって突然落ちることがあることです。するとこれまでの作業時間が全てロスするという悲劇が起きてしまうので、Undo の頻度はほどほどにした方がいいかと思います。この作業時間ロスを防ぐために忘れてはいけないのが保存です。ファイルから保存もできますが、コントロール S を押すことですぐに保存ができますので、ぜひ覚えましょう。このショートカットも基本となるもので、T キーを押すことで左のツールバーの表示・非表示ができたり、また N キーを押すことで右のサイドバーも表示・非表示ができます。もしツールバーやサイドバーがない場合は、このショートカットを入力することで出てきます。また、ショートカットなしで出す方法ですが、よく見ると小さな矢印がありますので、こちらをクリックすることでバーを出すこともできます。あるいは上のメニューにあるビューからツールバー、サイドバーという項目がありますので、ここで表示・非表示もできます。ちなみにツールバーの右端をドラッグしますとメニューの拡大ができます。サイドバーも左端をドラッグすることで同じ操作ができますので、自分好みにカスタマイズしましょう。まず最初にそもそも 3D カーソルとは何かについて話しておきます。先ほど原点の理解はすごく大事だと言いましたが、こちらの 3D カーソルも原点と並んで理解が重要となります。3D カーソルとは 3D ビュー上にある丸い赤白のようなもので、主に役割が3つあります。1つは新規のオブジェクトが追加されるとき 3D カーソルの位置に追加されるということです。3D カーソルをこのように移動させて Shift+A でオブジェクトを追加しますと、カーソルに追加されているのがわかります。次に2つ目は 3D カーソルを基準に回転や変形ができることです。
例えばこのカーソルをこの辺に移動させたとします。次に上のピボットポイントから 3D カーソルを選択します。これは 3D カーソルを基準に変形や回転などをさせたい時に使うもので、 R キーで回転させますとカーソルを起点に回転させることができるのですね。ちなみにピボットポイントというのは簡単に言うと変形の軸となる部分を言います。先ほどの 3D カーソルでしたらこれが回転や拡縮の軸となりますし、それぞれの原点2を選びましたら原点を軸に変形するという感じです。話を戻しますが、3つ目は 3D カーソルの位置にオブジェクトが移動できることです。これに関しては次の項目で詳しく解説していきます。他にも 3D カーソルを使って原点を移動させることができまして、オブジェクトを選択し原点を設定から原点を 3D カーソルへ移動を選びますと、原点を 3D カーソルに移すことができました。元に戻したい場合は原点をジオメトリへ移動を選択しましょう。この 3D カーソルを動かすには左のメニューからカーソルを選びますと、クリックすることでカーソルを配置することができます。また右のサイドバーのビューにある 3D カーソルメニューから細かい位置調整や回転もできます。そしてこの 3D カーソルはワールドの中心に簡単に移動することができます。シフト C を押すことで 3D カーソルを中心に移動させることができました。カーソルの位置をリセットしたいときはこれを使いましょう。3D カーソルの注意点としてコントロール Z で戻すことができないということです。なので 3D カーソルを移動させたらすぐに W キーで変えるなど切り替える癖をつけた方がいいかと思います。では 3D カーソルをより自由自在に配置する方法を紹介します。それは Shift S のことで 3D カーソルの位置を変えたり 3D カーソルにオブジェクトが配置できるメニューとなります。これをマスターすればブレンダーの操作はだいたい覚えたと言っても過言ではありません。ではまず 3D カーソルを移動させましょう。移動させたい箇所である頂点を選択。編集モードから Shift S を選びますとこのような丸いメニューが出てきます。これはパイメニューと言いまして円形のメニューを表示させる機能となります。見た目がまるで食べ物のパイを切り分けた形に似ていることからそう呼ばれています。ここのカーソル選択物を選びますと 3D カーソルを頂点に移動させることができます。次は 3D カーソルを基準にオブジェクトを移動させましょう。移動させたいオブジェクトを選択し Shift S で選択物カーソルを選ぶと移動したオブジェクトの原点が 3D カーソルに一致するようになります。これも使いこなせば自由自在にオブジェクトを配置できますので、ぜひこのパイメニューを使いこなせるようにしましょう。ブレンダーを起動すると最初にキューブ、ライト、カメラが表示されます。これらを B キーでボックス選択しデリートキーで削除を良くするのではないかと思います。実はこれらを消した状態で始める方法がありますのでそれを紹介します。最初にこれらを選択して削除します。次にファイル、デフォルトからスタートアップファイルを保存を選ぶと次にブレンダーを立ち上げた時にキューブなどが消えた状態で始めることができます。元に戻したい場合は初期設定を読み込むを選びましょう。ビューの向きなども設定ができますのでぜひ自分の好みのスタートアップにしましょう。ただ初期設定を読み込むは完全に初期設定にするものなので言語やアドオンなど全てが初期に戻るのでそこだけは注意が必要です。お次は切り替えについてです。タブキーはオブジェクトモードと編集モードの切り替えですが、コントロールタブを押すことでこのようにメニューが出てきます。この機能を使えばスカルプトやウェイトなどがすぐに使えますので優先して覚えたい機能の一つとなります。次はワイヤーフレームとソリッドをすぐに切り替えられるショートカットです。Shift Z を押すことでこのようにオブジェクトの表示をすぐに切り替えることができます。すぐにワイヤーフレームにしたいのであればこの Shift Z は覚えておくといいです。また Z を押すことでパイメニューが出てきましてこちらはレンダープレビューなどがすぐにできます。余談ですがこの4つのモードの説明についてもお話しします。ワイヤーフレームは全てのオブジェクトが黒の辺、グレーの面で表示されるモードで大まかな輪郭や内部がしっかり見えるので全体の構造を理解するのに使います。ソリッドはマテリアルの設定やライトの影響を受けずオブジェクトの形だけを見るのに適しています。自分で設定したライトなどは無視されて影はブレンダー側が自動でつけてくれます。マテリアルプレビューはマテリアルは見えますが自分で設定したライトは反映されません。マテリアルの色や質感を確認したい時に使います。レンダープレビューはマテリアル、ライトなど全ての設定が反映されます。本番のレンダリングを行わずに確認できるモードなので最終確認する際はこのモードを使いましょう。
オブジェクトを複製したいのであれば Shift D で複製ができます。また Alt D でも複製ができますが、こちらはクローン複製となります。Shift D は新しいオブジェクトとして複製しますが、Alt D は新しいオブジェクトであると同時に編集モードで動かすと同じ動きをするようになります。実際に比較してみましょう。Shift D で複製したオブジェクトは別々に動いてます。それに対して Alt D は全く同じ動きをしています。もし同じ形にしたいのであれば、このクローン複製を使うといいです。オブジェクトを動かしたり変形させたりしていると初期設定に戻したいと思う時があります。これらは一体どこでリセットするのかと言いますと、主にトランスフォームの数値あるいはショートカットからです。まずはトランスフォームから説明します。トランスフォームというのは右のサイドバーにあるアイテムから確認できるパネルで、オブジェクトの位置や回転、大きさを数値で管理することができます。トランスフォームの数値にカーソルを置き、バックスペースを押すとこのようにすぐ初期設定に戻ることができます。次にショートカットからの説明をします。Alt G、Alt R、Alt S を押すことで位置、回転、大きさをリセットできます。これらリセットに関わる機能は結構役立ちますので覚えておくといいかと思います。次は押し出しには様々な方法がありますよというお話です。面を押し出すには面モードにし、E キーを押してマウスを動かすことでできます。ただこれだけだと思ったように押し出しができないことがあって、例えば面の向きに合わせて押し出したいときはこれだとうまくいかないのですね。そこで面を選択し Alt E を押すと押し出しの方法がたくさん出てくるメニューが出てきます。ここで方線に沿って面を押し出しを選ぶと面の方向に合わせて押し出しをしてくれます。また個々の面で押し出しを選ぶと文字通り個々の面を独立させて押し出すことができます。多様面を押し出しについてですが、例えばこの立方体を E キーで下に押し出すとこのように面が残ってしまいますが、これをすることでこのように面が残らず下に落ち出せるという優れた機能となります。オルトつながりで次は放線方向に拡大する方法です。先ほども出てきたこの放線というのは簡単に言うと面の向きで放線方向に押し出し、拡大というのは面の向きに合わせて押し出す、拡大するということです。例えばこれを S キーで拡大しようとしてもこのように面の向きとは全く違う方へ行ってしまいます。そこで Alt S を押すことで面の向きに合わせて拡大をしてくれるのですね。この放線の向きはオーバーレイ表示のノーマルから確認することができます。ここの面を押しますとこのように面に線が出ているのが分かります。放線方向というのはこの線の方向ということなのですね。次は面の向きに関するお話です。ブレンダーには面の向きというのがありまして、モデリングしているとたまに面の方向がバラバラになってしまい表示がおかしくなったりすることがあります。そこで面の向きを確認する方法としてオーバーレイを表示をクリック、面の向きを選択しますとこのようにメッシュに色がつくようになります。青は外側で赤が反対側となります。基本的に青が正常な表示となります。ここで Alt N と押すと面の向きをどちらか側に決められるメニューが出てきますので、面の向きを外側に揃えるを選びますと全てが青色に表示されました。実はもっと素早く面の向きを揃えるショートカットがありますのでそちらも紹介します。反対向きになっているメッシュを選び Shift N を押しますと選択したメッシュを全て表向きに揃えることができます。逆に反対向きにしたい場合は Ctrl Shift N を押すことでできます。もしメッシュの表示がおかしいのでしたら必ず面の向きを確認ししっかり面の向きを揃えましょう。次はクイックショートカットという超優秀機能のお話です。Q キーを押すとお気に入りした操作をすぐに読み込めるメニューが出てきます。最初は何も登録されていないのでメニューアイテムがありませんと出ます。これを登録するにはよく使う機能を右クリックするとお気に入りツールに追加と出てきますので選択します。あとは Q キーを押すと先ほど追加した機能を一発で出すことができます。消したい場合は Q キーを押して右クリックしお気に入りツールから削除を選びます。個人的に面の向きはよく使うので登録をお勧めします。ループカットとループカットができない時の対処法をお話しします。そもそもループカットとは何かと言いますと、簡単に言うと四角面に辺を追加する機能となります。そして Ctrl R というのはループカットのショートカットキーとなります。四角面に Ctrl R を押すと黄色いループカットの線が出てきまして、ホイールを上下に動かすとループカットの数が決められ、左クリックするとループカットがオレンジ色になって
マウスを動かすことで位置が決められます。もう一度左クリックすることで決定できます。そしてこのループカットの弱点として三角面や多角面にはできないということです。例えばこういう三角で構成されたメッシュがあったとします。このメッシュは三角面で構成されているので当然ループカットはできません。そこで四角面以外でもループカットを入れる方法がありまして、2を押して辺モードにし W キーでサークル選択にして面の上にある辺のみを選択します。次に右クリックをして細分化を選択します。すると四角面じゃなくても辺を追加することができます。もしループカットができなくて困った時はぜひこの話を思い出していただけたらと思います。ちなみにループしている辺を選択するにはオルト左クリックでできますので覚えておきましょう。またループカットにはとても役立つ機能がありまして、コントロール R を左クリックで適用した後に E を押すことで北側のループに対して平行にすることができます。さらに F を押すことで反転し上側のループに対して平行にもなります。通常のループカットであれば上と下の中間となります。頂点を選ぶとき、コントロール左クリックを押すことで2頂点間の最短選択ができます。これは辺や面にも当てはまり何かと使います。ループカット関連のコツですが、辺を選択しコントロール左クリックすると下に最短髪選択というメニューが出てくるので、ここで飛ばして面選択を選ぶと辺のみ選択することができるようになります。この状態で右クリック細分化することで選んだ箇所のみにループカットができます。ちなみに一列に辺のみを選択したい場合は辺モードにしコントロールオルト左クリックでできます。また頂点間をいっぺんに選択する方法もありますのでこちらも紹介します。まずは一つ頂点を選び、次に別の頂点をコントロールシフトで選ぶと頂点と頂点の間を埋めるように選択ができます。もちろん辺や面にも当てはまり作業するのがとても楽になります。作業時間短縮のためにも知っておきたい選択方法だと思います。選択シリーズということで選択範囲を拡大縮小する方法です。面を選びコントロールを押しながら点キーのプラスを押すと選択した面の周りの範囲がどんどん広がり、逆に点キーのマイナスを押すと小さくなっていきます。何気使うことが多い選択方法なので覚えておくとお得だと思います。頂点や面を等間隔で選択する方法も紹介します。例えば面を1つ開けて選択したいと思ったら、まずは面をシフトを押しながら1つ開けて選択をします。次にコントロールとシフト、さらに点キーのプラスを押すことでシフトした方向へどんどん選択されると同時に1つ開けた状態で続けて選択されるのですね。そして2つ開けた状態であれば等間隔に2つずつ開けて選択できるということです。これで1つずつシフトで選択するという作業が省けるので時間短縮になるかと思います。こちらはメッシュをもっと楽に選択する方法です。面をどこか一つ選びコントロール L を押すことでそのメッシュとつながるメッシュを全て選んでくれます。メッシュ同士で入り込んでいる場合にこの機能は大活躍します。ここで下にリンクするものを全選択というメニューが出てきますが、例えばここにシームを入れると選択をシームで区切ることができます。マテリアルでしたらそれぞれ違うマテリアルで分けられている箇所はコントロール L を押すことで区切ることができるのです。この機能はとても役立ちますのでぜひ使ってみましょう。選択を反転する方法もあります。面を選択し次にコントロール I を押すだけです。すると先ほど選択した面は解除され選択されていない面を全て選択することが可能になりました。一部だけ選ばず他全部を選択したい時によく使う機能となります。他にもランダムに選択できる方法があります。編集モードにし選択モードから希望したい選択方法を選びます。オブジェクトは何も手をつけず上の選択からランダム選択を選びますとランダムに選択することができます。下のメニューの数値を調整することで好きなように範囲を決められます。これに Alt+S を使うことでデコボコしたオブジェクトを簡単に作ることができます。ブレンダーには似ている箇所を一括で選択できる機能があります。例えばこのような大きさが違うオブジェクトがたくさんあったとします。それぞれ大きさは違うものの面の向きは一致しています。ここで上の面のみを一括で選択したい場合はまずどれでもいいので上の面を選択します。次に Shift+G を押すことで類似選択に関するメニューが出てきます。ここではノーマルを選んでみましょう。すると上の面を一括で選択することができました。また類似選択は頂点、辺、面でメニューが
変わりまして、例えば辺を選ぶとこのようになります。シームのみを選びたい場合はシームを選択し、シームを選ぶことで一括選択ができます。このように選択には様々な機能がありますので、知っておくとモデリングの幅が広がって役立つのではないかと思います。頂点を編集していると、これとこれを辺でつなげたいなと思うことが結構あります。F キーでもできるのですが、これだと辺が浮いてしまいおかしなことになってしまいます。そこで J キーの登場です。辺でつなげたい2つの頂点を選び J キーを押すことで面にくっついた状態で辺をつなげることができます。また J キーで交差すると新しく頂点を追加することもできます。オブジェクトを結合したい場合、最初に結合したいオブジェクトをシフトで選択します。選択したら Ctrl+J を押すことでオブジェクトを1つに結合することができます。編集モードにしてみると頂点同士は結合せず、それぞれ独立したオブジェクトとなります。選択したい場合は先ほど説明した Ctrl+L を押すことで選ぶことが容易になります。ちなみにオブジェクトにモディファイアがかかっていた場合、結合するとどういう作用をするのかも解説します。例えば1つはサブディビジョンサーフェスがかかっていて、もう一つはミラーがかかっていたとします。最初にミラーを選択した後にサブディビをシフトで選んで結合すると、後に選択された方のミラーは消えてサブディビがかかるのが分かります。つまり最後に選択されたオブジェクトのモディファイアが優先されるということです。もっと正確に言うと、黄色く選択されている、要はアクティブなオブジェクトが優先されます。この結合の順番を間違えるとモディファイアが意図せず消えてしまうので注意しましょう。結合の話をしましたので、分離の話もしましょう。オブジェクトを別のオブジェクトとして分離したい場合、まず分離したい箇所を選択し、P キーを押して選択をしますと、選択された箇所のみが別のオブジェクトとして切り離されました。アウトライナーを見ますと、新しいオブジェクトとして追加されているのが分かります。また、それぞれ別のオブジェクトとしていっぺんに分離したい場合は、P キーから物理的に分離したパーツでを選びますと、メッシュがつながっていないそれぞれのパーツが別のオブジェクトとして分離できます。他にも違うマテリアルで分離する機能もありますので、いろいろと試してみましょう。次はベベルについて解説します。ベベルを簡単に説明しますと、鋭い角や辺に新しく面を加え、形状を滑らかにする方法です。例えば立方体を A で全選択し、Ctrl+B を押した後にマウスを右に動かすことで、角や辺に面が新しく追加されるのですね。ここにホイールを動かすことで中に辺が追加されてより滑らかになります。鋭くなっている角や辺を滑らかにする、これがベベルの基本的な使い方となります。さて、実はこのベベルには起きやすい問題がありまして、それはベベルが均等にならないということです。例えば立方体を追加し、オブジェクトモードで SZ と押して3と数値を入力し引き伸ばしたとします。次にもう一つ立方体を追加し、こちらは編集モードで SZ3 と入力します。まずは編集モードで引き伸ばした方にベベルをかけますと、特に問題なくベベルがかかります。もう一つのオブジェクトで引き伸ばした方にもベベルをかけます。すると辺ごとに幅が違っていて均等になっていないのが分かります。なぜこうなるのかと言いますと、実はオブジェクトモードでどんなに変形させたとしても中の立方体は何も変わっていないからです。どういうことかと言いますと、オブジェクトで引き伸ばした方は見た目は Z 軸方向に長い直方体ですが、メッシュとしては立方体のままということです。それでベベルをかけると中身が変わっていないので、ベベルも変に引き伸ばされてしまうというわけです。右のサイドバーのアイテムからトランスフォームを見ますと、Z 軸方向にちゃんと引き伸ばされていますが、編集モードで伸ばした方は1のままなのが分かります。つまり編集モードの方はオブジェクトとしては拡大縮小されていないということです。ではこのオブジェクトで引き伸ばされた方をどうやって直すのかと言いますと、それは Ctrl+A となります。これは適応と言いまして、中の立方体もオブジェクトに合わせて形を変えてくれる機能です。一旦ベベルをかける前に戻ります。Ctrl+A を押してスケールを選ぶとスケールがリセットされました。これでメッシュの形状が直方体に変形され、オブジェクトとしては拡縮していないということになりました。もう一度編集モードでベベルを使うと、今度はちゃんと均等になったのが分かります。この Ctrl+A というのはメッシュをオブジェクトの形に変化させたり、トランスフォームの数値をリセットする機能で、変形はもちろんモデルを Unity へインポートするときなどありとあらゆる面で大活躍しますので、必ず覚えた方がいい機能となります。
先ほどは辺に対するベベルでしたが、次は頂点に対するベベルを紹介します。頂点を選び、シフトコントロール B を押すことで、このように頂点にもベベルができます。さらに下のメニューからシェイプを 0.1 に設定すると、丸みのあるベベルが作れます。これで E キーを押すことで簡単に穴が作れます。面の差し込みについて説明します。これは E キーと機能が似ていますが、E キーは右クリックでキャンセルすると他の面と重なってしまいますが、I キーの場合はキャンセルしてもそうはなりません。他にもリポーターに面を2つ選択し E キーを押し S キーで調整すると内側にへこんでしまいますが、 I キーの場合は面のみを差し込んでくれるため思い通りの形にしてくれます。さらに下のメニューからより I キーを細かく調整ができます。例えば外側に挿入を選びますと、辺が内側ではなく外側に向かうようになります。外側を選択を選びますと、差し込んだ面の外側が選択されるようになります。個別を選びますと、それぞれが個別に面を差し込むことができます。他にもいろいろありますので、I キーをマスターしてみましょう。次は頂点を結合するお話です。結合したい頂点がありましたら2つ選び M キーを押しますとマージメニューが出てきます。マージというのは結合という意味で2つ以上の頂点を1つにくっつけることです。最後に選択した頂点2を選ぶと文字通り最後に選択した頂点を基準に結合してくれます。中心2を選ぶと結合する箇所が2つの頂点間となります。またモデリングしているとたまに E キーを右クリックキャンセルしていることに気づかず頂点が重複していたということがあります。この重複した頂点を探す方法なのですが、 M キーを押して頂点でを選びます。すると重複した頂点を自動で結合してくれるのですね。もし重複した頂点を一気に結合したいのであればこの機能を使うといいです。また自動でマージする方法があります。上にある自動頂点マージというのがありますので、これにチェックします。次に結合したい頂点を選び G を2回押して移動させ頂点同士をくっつけることで自動でマージしてくれます。自動マージはモデリング作業がはかどる優れた機能ですのでぜひ覚えましょう。メッシュを透明にしたい場合は上のメニューにある透過表示をオンにすることでできます。これでオブジェクトの内側を確認することができます。またすぐ隣にあるオーバーレイ表示をオフにすることでこのようにオブジェクトに頂点がない状態となりモデルをよく確認したい時に使います。これらのショートカットは Alt+Z、Shift+Alt+Z となり Alt+Z は透過、Shift+Alt+Z はオーバーレイ表示となります。もし透明表示になって戻し方がわからなくなったり編集モードにしているので頂点が表示されなくなったらほとんどこれらのオンオフが原因なので確認をしてみましょう。余談ですが Alt+Z は GeForce Experience の起動のショートカットでもあるのでこのショートカットを押すとそちらが起動してしまうことがあります。その場合は GeForce Experience のショートカットの設定を変える必要があります。はみ出した頂点や中に埋もれてしまった面を見つけ出す方法を紹介します。上のメニューから選択、特徴で全選択、非多様体を選びますと孤立した頂点が選択されすぐに見つけることができます。また同じく選択、特徴で全選択、埋もれた面を選びますとメッシュの中に隠れた面を見つけ出すことができます。変なメッシュを見つけたいのであればぜひこれを使ってみましょう。また先ほどの多様体にはもう一つ役立つ機能があります。変モードにし選択、特徴で全選択、非多様体を選ぶとこのように切り口のみを選択することも可能です。面の埋め忘れがないかを確かめる際に使ってみましょう。辺を回転させる方法です。辺を選び、コントロール E から辺を時計回りに回転をしますと、辺を時計回りに回すことができます。また、辺を反時計回りに回転を選ぶことで、反対側に回転することもできます。辺の向きに納得がいかないのであれば、ぜひこれを使いましょう。頂点や辺、面を削除したい場合は X キーかデリートキーを押すとメニューが出てきますので削除したいものを選択することでできます。ここにある妖怪というのは頂点のみ、辺のみを消す機能となります。これらのショートカットはコントロール X となりますので時間短縮にぜひ覚えましょう。先ほどの妖怪つながりですが辺だけを削除したいときコントロール X を選びますと辺だけ消えると見せかけて頂点が消えてしまうことがあります。そこで下のメニューを見ますと頂点を妖怪というのがありますのでこれのチェックを外すことで頂点が消えずに済みますのでうまく使い分けるといいです。
頂点を追加できる機能は E キーだけではありません。頂点を選択し、コントロール右クリックを押すことで、マウスカーソルに合わせて頂点がどんどん追加することができます。もちろん辺や面にも同じことができて非常に優秀な機能となります。手軽にどんどんモデリングしたいときはこれを使いましょう。先段という機能を紹介します。まずは点キーの位置を押して RY90 と入力し、円柱を真横にします。ここで右の面を R で回転させようとすると、このように上下とも動いてしまいます。ここでシフト、コントロール、オルト S を押すことで、まるでスパッと切るような形状にすることができます。これを先段と言いまして、覚えておくとお得なモデリングのコツとなります。メッシュを球体化にできる方法もありますので、こちらも紹介します。立方体を右クリックで細分化し、頂点数を増やします。次にシフト、オルト S を押し、マウスを右に動かすことで四角から球体へと変化することができます。断面なども球体化できますので、うまくこの機能を使いましょう。ブレンダーにはメッシュを簡単に曲げる機能があります。曲げる前に起点となる箇所に 3D カーソルを配置する必要があります。例えばこの円柱を右に曲げたいとします。起点となる真下にシフト S で 3D カーソルを置き、次に真上にマウスを持っていきます。そしてシフト W を押し、右にマウスを持っていくことで円柱を右に曲げることができます。メッシュをお手軽に曲げたい時に使ってみるといいかと思います。頂点をランダムに変形させる方法を紹介します。A キーでメッシュを全て選び、上のメッシュからトランスフォーム、ランダム化を選びますと、頂点の位置がランダム化されます。細かい調整などは下のメニューからできます。先ほど紹介したランダムに選択と似ていますが、こちらはすぐにデコボコさせることができます。面を手軽に埋める操作を紹介します。まずは面が空いている周りの辺を選択します。次にコントロール F と入力しますと、面に関するメニューが出てきますので、ここでグリッドフィルを選択しますと、簡単に面を貼ることができます。このグリッドフィルというのは大変優れていますので、ぜひ積極的に使いましょう。ただ、グリッドフィルの注意点として、必ず偶数の頂点で埋めることです。奇数ですとうまく埋まらずエラーが出てしまいます。他にもグリッドフィルはミラーに対応しておりませんので、この場合は F キーで地道に面を埋めていく必要があります。オブジェクトの名前を変える方法を紹介します。オブジェクト名前変更は通常ですとアウトライナーの名前をダブルクリックして変えるか、オブジェクトプロパティの名前から変更する必要があります。そして名前変更にはショートカットがありまして、オブジェクトを選択し F2 を押しますとすぐに名前変更できる欄が出てきます。作業短縮のためにこのショートカットは覚えておくといいです。名前変更に関していっぺんに変更する方法もあります。名前変更したいオブジェクトを複数選択し、コントロール F2 を押しますと、名前の一括変更に関するメニューが出てきます。ここではタイプを名前を設定にしましょう。例えば新規にし、箱と入力しますと、立方体が全て箱という名前に変わりました。これで一つ一つ名前を変えるという手間が省けますので、非常に役立つかと思います。プロポーショナル編集の解説をしていきます。この機能は使用頻度がものすごく高く、自分はしょっちゅう使っています。どういう機能かと言いますと、選択した頂点の変形に対して周辺の頂点も影響を受けて伝線していくものです。影響範囲はホイールを動かすことで変えられます。また減衰タイプを変更することで変形も自由に変えられます。例えばデフォルトではスムーズですが、シャープにするとまるで尖ったような変形にすることができます。一定にすれば文字通り他の頂点も一定の変形になります。基本的にプロポーショナル編集は周辺のメッシュを巻き込んでいきますので、メッシュが接続していなくても全て動いてしまいます。そこで接続のみのチェックを入れることで、接続したメッシュのみを変形させることができます。ちなみにプロポーショナル編集のショートカットは大きいとなりますので、オンオフをうまく使い分けながらモデリングしていきましょう。表示・非表示の方法を解説します。非表示にしたい頂点を H キーを押すと、このように頂点が消えて非表示になります。これは削除をしたのではなく、あくまで非表示になっただけです。たまに G キーと H キーを押し間違えてしまい、頂点を非表示にしてしまうというトラブルがありますが、ここは慌てず Alt H を押すことで非表示になった頂点を再表示することができます。この非表示機能はプロポーショナル編集の影響を受けずに済むというメリットがあり、プロポーショナル編集で動いてほしくない頂点がありましたら、
は H キーで非表示にしましょう。また Shift H をすることで現在選択しているオブジェクト以外を非表示にすることが可能となります。これも Alt H で戻すことができます。ナイフツールについて解説します。簡単に言うと、好きなところに頂点を打って辺を加える機能で、まるでナイフで切り込むように自由自在に使うことができます。ショートカットは K キーとなり、切り込みが確定した点は緑から赤に変わります。そしてナイフツールを確定させるにはエンターかスペースを押しましょう。ナイフツールには様々な機能がありまして、例えば A キーを押しますと角度制限といいまして30度単位で切り込むことができます。まっすぐ切り込みたいときはこれを使いましょう。他にも等価カットといいまして反対側にもカットができる機能となります。C キーを押すことで切り替えることができて、決定することで反対側にも切り込みができました。現在どういう設定になっているかは K キーを押すことで下にメニューが出てきますので、こちらで確認ができます。お次はナイフ投影について話します。ナイフツールと違うのは、ナイフツールは手動でカットしていくのに対し、ナイフ投影は別のオブジェクトを投影させてカットしていく機能となります。最初に投影したいオブジェクト、投影元のオブジェクトの2つを用意します。まずは投影したいオブジェクトを編集モードで選びます。次に投影元のオブジェクトをコントロール左クリックで選びます。そして点キーを押して投影したい向きに視点を合わせます。最後はメッシュからナイフ投影を押しますと投影されて成功となります。さらに下のメニューの等価カットを入れることで裏側にまで投影することができます。ナイフ投影で注意しないといけないのは、投影に使用できるものは辺があるもの、面があるもののみで、一方体など完全に閉じているものには投影はできないということです。2等分について解説します。こちらは線を引いて内側または外側を削るツールとなります。編集モードから左のツールバーからナイフをクリックし右にドラッグすると2等分という項目が出てきますので、これを選択します。その後メッシュを A キーで全選択します。次に空間を左ドラッグすると線が出てきますので、そのまま分断するように下へ動かします。決定しましたらボタンを離します。すると丸い水色と黄色い矢印が出てきます。この矢印を基準にどっちか側を削るか決められます。下のメニューから外側をクリアを選ぶと矢印を向いている方へ削ることができます。逆に内側をクリアを選びますと反対側を削れます。さらに振りを選ぶことで穴を面で埋めることもできます。平面ポイントで位置の調整、平面の方線で向きを変えられますのでうまく調整をしていきましょう。ブレンダーには面をある程度整えてくれる機能があります。例えばメッシュに変換したこのテキストを編集モードで見ますと面が散らばっていますので、これを直していきましょう。まずはメッシュを A で全選択します。次にコントロール F を押しますと面を最適化というのがありますので選択します。するとごちゃついた面をある程度整えてくれます。これを使うことで手動で面を整えずに済みますので非常に効率がいいです。スナップというのは頂点同士、面同士などをピタッとくっつける機能のことです。頂点をスナップしたいのであれば上の磁石アイコンをオンにし、右のメニューからスナップ先を頂点にします。自分自身に投影にチェックが入っていることを確認し、頂点を G キーで動かしますと頂点が自動でくっつくようになります。この機能は自動回しと非常に相性がいいのでぜひ一緒に使いましょう。ただここで注意しないといけないのはピボットポイントの設定です。ピボットポイントがそれぞれの原点ですと頂点だけでしたら問題ないのですが、メッシュ全体をスナップさせようとすると中心にスナップしてしまいます。スナップしたいのは頂点ですのでピボットポイントは 3D カーソル等にしましょう。面の向きに合わせてスナップする方法も紹介します。磁石アイコンをオンにし、スナップ先を面にし、スナップ方法を中心、さらにターゲットを回転に揃えるにチェックします。そしてピボットポイントをそれぞれの原点にし、貼り付けたいオブジェクトを G キーで動かすとオブジェクトが面の向きに合わせて貼り付いてくれます。もし手軽にオブジェクト同士をくっつけたいのであればこの方法が大活躍します。ここでもピボットポイントが出てきましたが、実はスナップとピボットポイントは切っても切り離せない関係なのです。スナップを使うのであれば必ずピボットポイントも調整する必要があります。
オブジェクトを手軽に原点にスナップする方法です。まずは最初に動かしたいオブジェクトを選びます。次にスナップ先のオブジェクトを最後にシフトで選択し、アクティブにします。サイドバーのアイテムからトランスフォーム位置にカーソルを置き、右クリックし、全てを選択にコピーを実行します。すると、最初に選んだオブジェクトが最後に選んだオブジェクトの原点にスナップさせることができました。モディファイアに関する面白い機能です。オブジェクトをボクセル状にしたい場合、モディファイアからリメッシュを選択します。タイプをブロックにし、奥ツリー振動を上げることで簡単にボクセルを表現することができます。ボクセル好きであれば、ぜひ試してみましょう。オブジェクトの中にあるオブジェクトや棒などを選択するとき、重なっている箇所に Alt を押し、左クリックすると選択メニューが出てきますので、ここでオブジェクトをクリックすることで選択が可能になります。また、Shift を押しながら Alt をすることで同じく続けて選択が可能です。もし中のオブジェクトの次にボーンを選択するとき、通常の Shift ですと手前のオブジェクトが選ばれますが、Shift、Alt、左クリックをすることでどれを選択するかが決められます。結構使える機能ですので覚えておきましょう。ブレンダーには画面を4分割するショートカットがあります。3D ビューで Ctrl+Alt+Q を押しますと画面が4つに分かれました。左上が真上、右上が通常、左下が正面、右下が真横となります。モデルを様々な角度から確認したいとき、この4分割は大活躍します。元に戻したいのであれば、もう一度 Ctrl+Alt+Q を押しましょう。ブレンダー内でカメラを移動しまくっていると、時々自分がどこにいるのかわからなくなり迷子になることがあります。ここでホームキーを押すことで全てのオブジェクトが表示されるようになり、すぐに帰ってこれます。あるいは Shift+C でもワールドの中心に戻ることができます。迷子シリーズで次はノード内の場合です。ノード内で作業しているとノードの場所がわからなくなり、時々迷子になることがあります。これはビューから全てを表示を選ぶことで全てのノードを表示することができます。またこちらもショートカットはホームとなります。ここからはカメラシリーズを始めます。まずブレンダーのカメラには平行投影、透視投影というのが存在します。透視投影はパースがついて遠くにあるものは小さく、近くにあるものは大きくなります。一方、平行投影は遠くにあるものと近くにあるものが同じ大きさになります。これの切り替え方は簡単で、右の4つのボタンにある一番下をクリックするだけです。こうすることで立体感を出すか平面的にするかを決められます。また、ショートカットは点キーの5となります。もし見え方をすぐに変えたいのであれば、この機能を使うと手軽に変えられます。また、カメラの焦点距離を変える方法も紹介します。右のサイドバーのビューから焦点距離というのがありますので、ここの数値を変えるだけです。小さくなればなるほどパースがついて広角になり、逆に大きくなるほど望遠になります。この画角というのはキャラクターモデリングにおいてはものすごく大事な考えとなり、ここの数字が小さすぎるとキャラクターの顔に変にパースがついて可愛くなくなるのですね。なのでここの数字は80から100ぐらいでモデリングするのがちょうどいいと言われています。カメラにこだわるのであればこの焦点距離は意識しましょう。シフト7の解説の前に点キーでカメラの視点を変えられるという基本的なお話を最初にします。カメラの視点は点キーで変えることができまして、1は正面、3は真横、7は真上、9は反転となります。2、4、6、8はそれぞれ少しずつ角度を動かすことができて、0キーを押すことでカメラの視点に変えることができます。では、面の正面にビュー回転させるにはどうすればいいかと言いますと、まず正面に向かしたい面を選択し、シフト7を押すだけです。これで正面を向かせることができました。通常カメラ視点でホイールでドラッグするとこのようにカメラ視点ではなくなるのですが、これをカメラ視点固定にして操作する方法があります。右のサイドバーのビューからビューのロックにあるカメラをビュー2にチェックを入れます。カメラの枠が赤くなり、ホイールをドラッグしても外れることなくカメラを動かすことができます。実はカメラにはガイドラインを表示させる方法があります。カメラを選び、右のプロパティからビューポート表示を見ます。この中にあるコンポジションガイドを選びますと、3分割や黄金比といったガイドラインを表示させることができます。これらは複数選択が可能で、ガイドラインを基準にオブジェクトを配置するなどすると引き締まった画面ができるかと思います。選択したオブジェクトを中心に視点を回転させる方法です。
編集からプリファレンスを選び、視点の操作から選択部分を中心に回転にチェックを入れます。すると選択したオブジェクトを中心にカメラが回転するようになります。役立つ機能ですが、大きなオブジェクトの場合は視点が安定しないことが多いので、その場合はチェックを外した方がむしろやりやすいです。また原点を中心に回転させる方法もあります。中心に回転させたいオブジェクトを選択しアクティブにします。次に上のビューから視点を揃えるアクティブに注視を選びます。これでアクティブにしたオブジェクトの原点をカメラが回るようになります。前者はオブジェクトを中心に回転し、後者は原点を中心に回転する操作となります。カメラをオブジェクトに追従させる方法です。まずカメラを選択し、右のオブジェクトコンストレイントからドラッグを選択します。ターゲットに追従させたいオブジェクトをスポイトしますと、そのオブジェクトの原点を基準にカメラが追従するようになります。これはライトにも適用できますので、追従させたい時に使いましょう。点キー関係でカメラをオブジェクトにすぐ近づける方法も紹介します。まずは近づけたいオブジェクトを選択し、点キーのピリオドを押すことで選択したオブジェクトにズームインします。オブジェクトがたくさんあってホイールでズームするのが大変な時に大活躍します。オブジェクトにホイールでズームインするとき、たまにどんなにホイールしても近づけない時があります。これは深度にチェックをしていないゆえに起こる現象となります。プリファレンスから視点の操作、深度にチェックを入れることでズームインするとしっかり近づくことができるようになりました。ブレンダーには部分的に表示する方法がありまして、Alt+B を押してボックス選択しますと一部を隠した状態で表示することができます。主にオブジェクトの中身を確認したいときにすごく使います。元に戻す場合はもう一度 Alt+B を押しましょう。次は反転について解説します。オブジェクトを反転したい場合、まず原点の位置を確認しましょう。これはミラーモディファイアもそうですが、原点の位置を基準に反転をするという仕組みとなっています。この場合は 3D カーソルを Shift+C でワールの中心に置き、オブジェクトを選択し、オブジェクトメニューから原点を設定し、原点を 3D カーソルへ移動を選び、原点をワールドの中心に置きます。次にオブジェクトモードにし、オブジェクトを選択、コントロール M を押した後に X、Y、Z を押すことでどの軸を基準に反転するかが決められます。ここでは X にしましょう。すると X 軸に反転することができました。これを利用して Shift+D で複製し、コントロール M をすることで2つ同じオブジェクトを反転コピーもできます。斜めの格子状を作る方法です。最初はループカットや細分化などを使って面を増やしましょう。次に斜めにしたい面を選び、コントロール F から線上に分離を選択します。すると面の中に三角形が挿入されました。さらにここで Alt+J を押すことで三角面を四角面にします。これで斜め格子状にすることが簡単にできます。空いた面を埋める方法です。例えばこのようにたくさん穴が開いたオブジェクトがあったとします。これらの面を一斉に埋めるには A キーでメッシュを全選択し F キーを押すだけでできます。ただこのやり方だと2つ以上空いた面に辺が追加されずおかしなことになります。そこで辺モードにし、選択から特徴で全選択、非多様体を選んで切り口のみを選びます。次に F キーで面を埋めた後にコントロール T を押しますと穴が開いた面を全て三角面で埋めてくれます。そして Alt+J を押すことで三角面を四角面にします。すると全てを四角面で埋めることに成功しました。とは言っても4つ以上空いた面ですと四角面で埋まりませんので、この場合はグリッドフィルで埋めていくことをお勧めします。ソリッドモードは基本的に全てのオブジェクトが灰色で表示されます。たくさんオブジェクトがあった場合、どれがどれだか判別がしづらくなります。そこでソリッドモードにし、上の右にある設定をクリック、マテリアルのカラーをランダムにしますと、それぞれ違う色となり判別がしやすくなります。これは意外とモデリング作業に役立つ機能ですので、覚えておくとお得です。マテリアルを一括で貼る方法を紹介します。まずはマテリアルを貼りたいオブジェクトを全て選び、コピー元となるオブジェクトを最後に選択し、アクティブにします。コントロール L を押すとマテリアルをリンクというのが出てきますので、これを押しますとアクティブにしたオブジェクトのマテリアルを他のオブジェクトに一括にコピペができました。
先ほどの機能関連でモディファイアを一括に追加解除する方法です。例えばサブディビジョンサーフェスの場合、サブディビを追加したいオブジェクトを全て選択し、コピー元となるサブディビを最後に選択しアクティブにします。コントロール L を押した後にモディファイアコピーを選びますと、全てのオブジェクトにサブディビが追加されました。またモディファイアを解除したい場合は、何もモディファイアがないオブジェクトをアクティブにし、モディファイアをコピーにすれば一斉に解除ができます。右のプロパティにある開いたメニューを閉じるとき、実はいちいちクリックして閉じなくても矢印をドラッグすることで一気に閉じることができます。これはアウトライナーにも当てはまりますので、案外作業短縮になるかと思います。ブレンダーでよく使うモディファイアであるサブディビジョンサーフェスには実はショートカットが存在します。オブジェクトを選択しコントロール1を押しますとサブディビジョンサーフェスが追加できます。数字を2、3と入力することで細分化も決められます。サブディビつながりということでクリースについても解説します。クリースというのは簡単に言うとサブディビの影響を受けなくする機能で、主に辺あるいは頂点にかけることができます。例えばこの立方体の一部をサブディビの影響を受けたくないのであれば、メッシュを選択し右のアイテムにある平均クリースに数値入力しますと、一部を元の立方体と同じ形にできます。サブディビジョンサーフェスはメッシュを分割して滑らかにする機能で、クリースはその分割をさせなくする機能ということです。また上にある平均頂点クリースという機能もありまして、こちらは頂点のみを元の形に戻すものです。モデリングの表現の幅が広がる機能ですので、ぜひ使いこなせるようにしましょう。似たような機能にベベルウェイトというのがあります。使い方はモディファイアからベベルを追加し、制限方法をウェイトにします。その後モディファイアの順番を変更、ベベルをサブディビより上に持っていきます。次にくっきりさせたい辺を選択し、サイドバーのアイテムから平均ベベルウェイトを1にします。そして量を小さくしたりセグメントを調整することでくっきりさせることができます。こちらはクリースよりもくっきりさせることができますが、その代わり頂点数がかなり増えます。どっちにもメリットデメリットがありますが、基本的にはクリースを使うといいかと思います。またシャープという機能も紹介します。この機能は簡単に言うとスムーズシェードをくっきりさせる機能です。クリースやシームとなんとなく名前が似ていてごっちゃになりそうですが、機能は全く別のものとなります。まずはこの立方体を右クリック、オブジェクトモードにしスムーズシェードをかけて滑らかにします。この時一部のみをくっきりさせたいと思ったら編集モードにし、上のメニューから辺を選択、シャープをマークを選びます。するとシャープが入った箇所は青色になります。消したい場合は下のシャープをクリアを選ぶことです。さてこのままですと全くくっきりしません。それはなぜかと言いますと、自動スムーズにチェックが入っていないからです。自動スムーズというのは角度を設定してスムーズにするかフラットにするか決める機能で、右のオブジェクトデータプロパティからノーマルを選択し自動スムーズにチェックを入れることで動きます。これは面と面の角度が設定した値より小さければ自動でスムーズになり、面と面の角度が設定した値より大きければ自動でフラットにしてくれます。要は角度を上げれば滑らか、下げればカクカクと覚えておけば大丈夫です。話をシャープに戻りますが、ここでは自動スムーズを180に設定し、ほぼ全ての面をスムーズにしましょう。するとシャープが入っている箇所は角度関係なしにくっきりし、それ以外は滑らかになっています。この機能はモデリングを細部まで作り込む際によく使います。大体はスムーズシェードでモデルを滑らかにするのですが、滑らかすぎて線がぼやけてしまった際にこのシャープを使えばくっきりしてモデルが引き締まるのですね。シャープを使いこなせるとモデリングの表現がかなり広がるのでとても役立ちます。ブーリアンについて解説します。そもそもブーリアンとは何かと言いますと、重なっているオブジェクト同士で削除したり結合したりする機能です。そしてブーリアンにはモディファイアからやる方法、コントロール F からやる方法、アドオンからやる方法があります。アドオンに関しては後で解説しますので、ここではモディファイアとコントロール F をやっていきます。まずモディファイアから解説します。モディファイアからブーリアンを選択し、対象のオブジェクトをスポイトします。次にポイントした対象を非表示にします。現在差分を選んでいるので、このように今重なっていった部分を差し引いた形になっています。合成は文字通りオブジェクトを合成するもので、頂点などがぴったりくっついています。交差は重なった部分を作る機能となります。終わったら適用し、先ほど非表示にしたオブジェクトは削除します。他にもコントロール F からする方法もあります。メッシュを重ねてコントロール F から交差ブーリアンを選びます。前者はオブジェクトモードでやるブーリアンで、
後者は編集モードでするブーリアンとなります。次は配列モディファイアの解説です。これはオブジェクトをコピーして規則的に並べることができるモディファイアとなります。使い方をざっくり説明しますと、まずはモディファイアから配列を追加します。ここの数を増やしますと、オブジェクトがどんどんつながっていきます。隙間はオフセットの倍率から数字を変えるとできます。さらにここから Y 軸方向へ増やすには、もう一つ配列を追加し、オフセットの倍率で調整することです。ここでは係数の X は0で Y は 1.2 とします。これで綺麗に並べることができました。以上が配列モディファイアの基本的な使い方となります。次に配列モディファイアを使ってカーブにつなげる方法を紹介します。まずはオブジェクトを追加し、ループがつながるような形にモデリングします。そしてループする箇所の面を開けておきます。次に配列モディファイアを追加し、どんどん増やしていきます。ただこのままですと頂点同士がつながっておらず、つなぎ目がくっついていないのでおかしなことになっています。ですのでマージにチェックを入れましょう。すると頂点が結合し、つなぎ目がしっかりくっつくようになります。先ほど面を開けておくと言ったのはこれが理由です。次はシフト A でパスを追加します。さらにモディファイアからカーブを追加します。これは簡単に説明すると、カーブに沿って変形できるモディファイアとなります。カーブオブジェクトからパスをスポイトしますと、オブジェクトがカーブに沿るようになります。あとはパスを好きなように動かして調整するだけです。この配列モディファイアを使いこなせば、鎖や螺旋階段など繰り返しの多いものを作ることが簡単になりますので、知っておきたいモディファイアの一つとなります。ここからは非常に役立つ標準アドオンの紹介となります。アドオンというのはブレンダーに機能を追加するものを言います。アドオンを導入する方法は、上のメニューの編集にあるプリファレンスからアドオンを選択し、アドオン名を検索し、チェックを入れて有効にするだけです。これから紹介するアドオンは全て最初からブレンダーに導入されていますので、ぜひ有効にすることをお勧めします。というわけで、まずはループツールズからです。ループツールズとはメッシュの編集を手助けしてくれる優れたアドオンです。編集モードにし、サイドバーの編集を見ますと、ループツールズが追加されていますので、ここから様々な編集ができます。上から順番に解説していきます。まずはブリッジからです。ブリッジとは離れた頂点同士をつなげたり、穴を開けることができる機能です。例えば頂点同士が離れていた場合、つなげたい辺を選択し、ブリッジを押せば一発でつなげることができます。さらに下のメニューのセグメントから頂点数を増やしたり、ツイストをすることでつなげる頂点をずらしてねじれさせることもできます。ただしつなげたい頂点同士が一致していないとメッシュが崩れてしまうので、そこは注意です。また正面のメッシュと反対側のメッシュを選択し、ブリッジを使うことで中が開いて穴を作ることが簡単にできます。次は円の解説です。これは選択した頂点を丸くしてくれる機能で、頂点数が多ければ多いほどより滑らかな円が作れます。個人的によく使っている機能で、モデリングにすごく役立っています。カーブの解説に入ります。選択物を基準に整えることができまして、例えばこのような尖ったメッシュがあったとします。上2つを選び、カーブを選びますと直線にしてくれます。さらに下の頂点を含めて3つ選択し、カーブを選びます。選択した頂点を基準に綺麗なカーブが作れます。また頂点だけでなく辺を使うことでも綺麗なカーブが作れます。次はフラット化の解説です。選んだ頂点を平らにしてくれるもので、完全に真っ平らにできますので、モデルを仕上げるときに役立つかと思います。G ストレッチの解説です。これはアノテートを使って選択した頂点を変えてくれる機能です。右のメニューの G ストレッチを見ますと、ユーズガイドがなしになっています。このままだと使えませんので、アノテーションに変えましょう。まずは左のツールバーからアノテートを選択し、線を描きましょう。終わりましたら、変形させたい頂点を選択し、G ストレッチを選びますと、アノテートで書いた線通りに変形してくれます。下の影響から影響具合も変化させられます。ロフトの解説です。先ほどのブリッジと機能が似ていますが、こちらは3つ以上の面や辺をつなげることができます。次はリラックスの解説です。こちらは選択した頂点のガタつきを滑らかにしてくれる機能です。フラット化と違うのは、こちらは元の形状を維持しつつ滑らかにしてくれるのですね。モデルを滑らかにするときによく使う機能ですごく優れています。最後はスペースの解説です。これは選択した頂点を均等にしてくれる機能です。ループカットがガタガタしたり、ナイフツールで適当に切った場合、これを使えば一瞬で整えてくれます。オートミラーについて解説します。一言で言うと、たったワンボタンでミラーができるアドオンです。通常ですとミラーを使う場合、メッシュを半分に削除し、原点の位置を確認し、モディファイアからミラーを追加するという過程が必要です。この過程を全て飛ばしてくれるというすごいアドオンです。サイドバーの編集からオートミラーというのが追加されていますので、このオートミラーを押すだけでミラーを自動でしてくれます。時間短縮のために入れておくといいかと思います。
F2 について解説します。これはF キーだけで面をどんどん貼れるアドオンです。例えば面をこのように空いていたとして、これを一気に埋めたいとします。まずは辺を選択し、次に F キーをどんどん押すだけですごく手軽に面貼りができるのですね。個人的にかなりの高頻度で使う超優秀アドオンで、ぜひ有効化をお勧めします。次はノードラングラーについて解説します。ノードがかなりはかどるアドオンで、ノード作業には欠かせない機能となります。これがないと、ノード作業の効率が大幅に落ちるくらいなくてはならないアドオンかと思います。これを有効化することで、ノード関係のショートカットがたくさん追加されます。ものすごくたくさんあるので、その中でも重要なショートカットのみを紹介します。ノードを選択し、オルト右ドラッグすると手軽にノード接続ができます。オルトシフト右ドラッグをすると、ノードの接続先を選択ができます。コントロール右ドラッグをすると、ドラッグするだけでリンクを切断することができます。コントロールシフト右ドラッグをすると、シェーダーミックスか RGB ミックスを作成ができます。シフト S でノードの位置はそのままでノードの入れ替えができます。コントロールシフト左クリックをすると、各時点でのノードの状況をプレビューできます。これはノード作業にはほぼ必須の機能となります。コントロール T を押すと、テクスチャー座標、マッピング、画像テクスチャを一発で出せます。すでにテクスチャーがある場合は、テクスチャー座標とマッピングが出てきます。ブールツールについて解説します。これはブーリアンが手軽にできるアドオンとなります。右のサイドバーの編集にあるブールツールからブーリアンの種類が選びます。上のディファレンスを選びますと、ブーリアンに使用されたオブジェクトが削られたまま残ります。ユニオンはオブジェクト同士を結合してくれます。コントロール J は頂点を結合してくれませんが、ユニオンは頂点もしっかりと結合してくれます。インターセクトはオブジェクトとオブジェクトで融合した箇所のみを残してくれます。スライスはブーリアン最多箇所を分離してくれます。下のブラッシュブーリアンというのはブーリアンが適用されずに残ります。そのため後から動かせたり形状を変えることができます。ブーリアンをもっと手軽に使いたいとき、このアドオンが大変役立つかと思います。エディットメッシュツールズという様々なメッシュ変形ができるアドオンとなります。右のサイドバーにある編集から新しくメッシュツールズというのが追加されていますので、ここから好きなようにメッシュが変形できます。非常に多機能ですので、ここでは特に役立ちそうなものを3つ紹介します。1つ目はフェイスツールズのマルチエクストルードです。これは簡単にねじれたメッシュを作ることができます。例えばオフセットとロットの Z、リピートの数値を上げることですごく簡単にねじれさせることができるのですね。2つ目はフェイスツールズのスプリットソリディファイです。選択した面を切り離し板として取り出すものです。もちろん厚み付けなどもできます。3つ目はエッジラウンディファイです。選択した辺に接続する半球を作成できるものです。メニューから頂点数なども調整ができますので、モデリングのお役に立てたらと思います。アラインツールという複数のオブジェクトを一括で整理するアドオンです。整列したいオブジェクトをシフトで選択し、最後に基準となるオブジェクトを選び、アクティブにします。右のサイドバーのアイテムにあるアラインツールズから位置、回転、大きさの座標軸を押すことで整えることができます。手軽に整列したいときは、このアドオンを使いましょう。ストートビューというカメラオブジェクトなしで画面を切り替えるアドオンです。まずはサイドバーのビューからイニシャライズをクリックします。次にビューかポブを選択した後、下のセーブカレントをクリックすることで現在見ているビューの保存ができます。その後カメラをどんなに動かしてもこの左の図をクリックすることで先ほど保存したビューに切り替えることができます。削除したい場合は×を押しましょう。またニューカメラというのは現在見ているビューにカメラを作成することができます。カメラトゥビューはニューカメラで作成したカメラを今のビューまで動かすことができます。カーバというビューポートで描いた線に沿って穴を開けられるアドオンです。まずはオブジェクトを選択した後、コントロールシフト X を押しますと下にメニューが出てきます。ここでクリックしてみますとボックス選択ができまして、もう一度クリックして決定するとくり抜くことができました。またスペースを押すことで四角、線、円に切り替えることができます。止めたいときは右クリックで終わることができます。他にも様々な機能がありますので自分で操作してみるといいかと思います。
次は B サーフェスというストロークから面を作成できるアドオンで、リトポロジー作業などがはかどる優れた機能となります。左のツールからアノテートを選び、サイドバーからイニシャライズをクリックしますと、新たに B サーフェスというメッシュが追加されます。そしてメッシュオブ B サーフェスの中にこのメッシュを入れます。次にアノテートで好きなように書いていきましょう。終わりましたら Add Surface を押しますと、アノテートで書いたところにメッシュが追加されます。またツールの配置から 3D カーソルをサーフェイスにすることで、オブジェクトの表面に貼り付くように書くことができます。これでリトポロジー作業がはかどるかと思います。ティッシュというビルが簡単に作れるアドオンです。最初にビルとなる長方形を制作し、ループカットで分割していきましょう。次に窓となるモデルを用意します。こちらはアイキでサクッと作りました。そして窓、ビルの順番にシフトで選択します。右のサイドバーにティッシュが表示されていますので、ここにあるテッセレートをクリックします。いろんな項目が出てきますが、OK をクリックすると窓がビルに貼り付くように作ってくれます。またプロポティに新しくティッシュテッセレートが追加されていますので、ここの幅の項目で大きさや形などが決められます。他にもいろいろあるので自分で調整してみましょう。IB 陣というのはツタが手軽に作れるというすごいアドオンです。オブジェクトを選択し、ツタを召喚したいところに 3D カーソルを置きます。右のサイドバーのクリエイトから Add New IB をクリックしますと、オブジェクトの形状に合わせてツタを自動で生成してくれます。後で調整したい場合は、右のクリエイトから数値を変えて、左下の Update IB で更新ができます。お次はセルフラクターというオブジェクトをすぐバラバラにできるアドオンです。最初にバラバラにするオブジェクトの細分化をします。オブジェクトモードに戻り、オブジェクトからクイックエフェクトセルフラクターを選びます。メニューが出てきますが、とりあえずそのまま OK をします。すると、オブジェクトがバラバラの形状に分割されます。作成元となったオブジェクトは消えませんので、非表示にするか削除をしましょう。ちなみにソースリミットは分割の最大数で0で無制限となり、ノイズは不規則性で数値が高いほど不規則になります。次は ANT ランドスケープグローブズの紹介です。これはデコボコした山が作れるというアドオンとなります。右のサイドバーのクリエイトからランドスケープを押しますと、自動で地形が作成されます。オフセットの XY、サイズの XY から形を変えられます。変更後もランドスケープノイズを更新することで後で変えられます。また Q を押すことで球体にできて、さらに高さを変えればボロボロの球体が簡単に作れます。画像をレンダリングして確かめる際には、上のレンダーから画像レンダリングを押すことでできますが、実は F12 を押すだけですぐに画像レンダリングができます。このショートカットは実用的ですので、ぜひ覚えましょう。コントロール B といったらベベルですが、オブジェクトモードでは全く違う機能になります。まずは0キーを押してカメラ視点にします。コントロール B を押しますと十字が出てきますので、クリックするとボックス選択ができます。もう一度クリックすると赤い枠が画面に表示されます。これはこの枠だけをレンダリングしますという意味で、 F12 を押しますとこの枠の中だけがレンダリングされました。全てを表示すると重くて時間がかかりますが、一部だけを見たいときはこれを使うことでレンダー時間が短縮されて作業効率がアップするかと思います。解除したい場合はコントロール Alt B を押しましょう。コレクションについて解説します。ブレンダーは基本的にアウトライナーにあるコレクションというもので管理します。コレクションは簡単に言うとフォルダのようなものです。オブジェクトを新規コレクションに入れたい場合は M キーを押して新規コレクションを選択します。するとコレクション名が出てくるので OK をクリックします。これで新規コレクションにオブジェクトが追加されました。コレクションで管理することでオブジェクトを一括で非表示にすることなどができます。別のコレクションに移動したい場合はアウトライナーからデータを M キーで押して移したいコレクションを選択する、あるいはデータをドラッグすることでできます。カーブに関する役立ち機能を紹介します。カーブとはその名の通り曲線のことで、うまく使えば髪の毛がモデリングできたり、カーブに沿ってオブジェクトが並べられたりと様々な使い方ができます。まずはカーブをくっつける機能です。現在選択しているカーブをくっつけたい場合、Alt C を押すことで連結ができます。これでつながったカーブが簡単に出来上がります。次は手書きでカーブが作れるという機能です。その前に準備をします。Shift A でカーブからベジェを追加。次に Shift A でカーブから円を追加。
プロパティにあるジオメトリのベベルが丸めになっていますので、これをオブジェクトにし円をスポイトするとものすごく大きいので円を小さくします。これで準備が整いました。編集モードにし、左のツールメニューにドローというのがありますので、これをクリック。空間にドラッグすると現在のカーブと同じものを手書きで作ることができます。ものすごくお手軽に作れますので、ぜひ使ってみるといいかと思います。サイクルズ X を説明する前に EB とサイクルズという2つのレンダーを説明します。ブレンダーには EB レンダーとサイクルズレンダーという2つのレンダリングエンジンが搭載されていまして、レンダープロパティのレンダーエンジンから変えられます。この2つの違いですが、 EB は物理ベースのリアルタイムレンダリングエンジンで、レンダリング速度がものすごく速く綺麗にレンダリングされます。サイクルズはレンダリング速度は遅くノイズが入りやすいですが、物理的により正確にレンダリングされます。ただサイクルズはブレンダー 3.0 からレンダリング速度が速くなるように設定できるようになりまして、これをサイクルズ X と言います。そこでここではサイクルズ X にする方法を解説していきます。デバイスを GPU 演算にしてプリファレンスのシステムから CUDA にチェックを入れて終わりです。これで前よりもレンダリング速度が速くなりました。カメラを魚眼レンズにする方法ですが、これはサイクルズ限定となります。レンダープロパティでレンダーエンジンをサイクルズに変更します。カメラプロパティのレンズをパノラマ状に変更し、さらにパノラマタイプを魚眼レンズ多項式にします。K0、K4 のパラメータから見え方を変えることができます。これで簡単に魚眼レンズを表現することができます。いかがだったでしょうか。ブレンダーで覚えておくと非常に役立つ機能、尺八線でした。ここで紹介したのはまだほんの一部で、ブレンダーの役立つ機能は他にもたくさんあります。それぐらいブレンダーは多機能で非常に奥が深いということなのです。自分はまだまだ勉強中なので、もっとモデリングの腕を磨いたり、ブレンダーのことを知っていこうと考えています。皆様のモデリングライフがより充実することを願います。最後までご視聴いただきありがとうございました。